今後この業界で活躍していくためにもマニュアルで乗っておきたいなと。中井先生のね、さばきもうまいし。ボーイズ&ウィルズ TV、 今回はガールズ&ウィルズ TV です。お名前は林優奈です。お仕事はモータージャーナリストです。おお、そしてこちら車なんでしょうか。三菱パジェロミニです。初代ですね。年式は94年です。94年式、今日はイオナさんと三菱初代パジェロミニでお届けします。お楽しみに。イオナさん、そもそもモータージャーナリストどういうふうなきっかけでなったんでしょうか。もともとカメラマンでした。あれ、前撮りとか婚礼、はいはいはい。カメラマンのアシスタントとかやってました。あ、そういう仕事なさってて、はい。そんでコロナが来てしまいました。あらら、うん、仕事がなくなりました。はいはい、家にいる時間が多くなって、はい、動画を漁って見るようになります。と同時に、うん、趣味であったはいドライブ、うん、カメラも持ってるんで、はいはい、いろいろ夜景とか、はい風景写真とか撮りに行くようになります。はいはいはい、ドライブ好きなので、ドライブ関係の動画を見るようになりました。はい、なんとベスモを見つけました。ベストモータリング、はいはい、見ていくうちにほほ、つくばのバトルを発見しました。はい、なんだこの人はハンドルさばきがうまいみたいな、はい、だったのが今の師匠である中井明彦さんです。おお、今思えばレジェンドはい、とは知らず、うん、この人うまいなと思って、いろいろ SNS とか漁ります。はい、あんまりやっていません。はいはい唯一見つけた Facebook ではい、 DM 送って直談判して中井さんに運転教えてください。あ、そうなんですか。そこが始まりです。それで今ついてらっしゃる。そうです。そのモチベーションがあればどうにかなった。はい。中谷明彦さんとは高校1年生からカートを始め、大学生の時 FJ1600 のデビュー戦でいきなりポールポジション、自動車専門誌の編集部員を経てレーシングドライバーとして独立、 F3 でも活躍され F1 チームとも契約するもライセンスの問題で惜しくもチャンスを逃します。1989年から日本カー・オブ・ザ・イヤーの選考委員も務め、トップクラスのレーシングドライバーでありながらジャーナリストも兼ねるすごい方です。レーシングドライバー佐藤拓磨の育ての親でもあります。イオナさん、愛車遍歴はパジェロミニが初めての車です。あ、そうなんですね、はい、なぜこの車にしたんでしょうか。まず家に置ける車ということで、私は黒缶とかそういうゴツゴツしたものが好きなので、そこから選びました。これにした理由としては、5バルブ縦置きエンジンっていうのと、珍しいですよね。色といいラダーフレームコードとは何ですかそれ。ラダーフレームの上にモノコップ溶接してある。ラダーフレームって骨組みっていうか、はしごみたいな、その上にドカンと乗ってる、珍街乗しい。りがしやすい。ああ、なるほど。そんな車他ないんじゃないですか。もう一個対抗車種でいうとジムニーですけど、完全オフロードって感じですけど、オフロードもですけど街乗りも快適にしたかったので、こちらに。じゃあいろいろ結構勉強になりますね、この車。いい車と出会いました。そしてこれマニュアル車。マニュアルです。今後この業界で活躍していくためにもマニュアルで乗っておきたいなと。なるほどね。中井先生のね、そうですね。さばきもうまいし、勉強するためにも、マニュアルカーだったらスポーツカーっていう選択もあったと思うんですけど、そちらに行かなかったのはやっぱりオフロードが好きだからってことですか。スポーツカーに憧れはあるんですけど、街中で性能を生かせられないじゃないですか。だったらベンチマークとなるような話題となった車とか、機械的にすごい部分とか、そういうのを体験してみたかったからそちらを優先しました。ただの懐かしい車じゃなくて、これ歴史的にもタイムレスな名車ですよね。はい、中井さんのおすすめとかもあったんですか。おすすめもありました。ずっと自動車のことを見てるので、なるほど、乗っていく中で、これはいいよって言ってくださってるので、お墨付きです。先生のお墨付きでもある、ということでございます。イオナさん、パジェロミニどこが好きですか。見た目と走破性のギャップが好きです。こんな可愛いのにどこでも走っちゃう。どんなとこ走っちゃいますか。オフロードもそうだし、雪の中に突っ込んだりとか。こんな可愛いのにバシバシ走れちゃうっていうところで、どこでどういう風に買ったんですか。いつ。2021年にネットの浄土するものあるじゃないですか。地元なんちゃらみたいな。それで見つけて、原車確認して、茨城の方まで取りに一人で行ったんですか。中谷さんについてきてもらったの。ついてきていただいて、うわーよかったですね。見ていただいて操作した時に、あれ3割れてんじゃないとか言ってちょっと動かしただけ。あ、そうなんですね。でディーラーに持ってったら、割れてたみたいで、
びっくりしました。さすがでございますね、レジェンド中谷さん。それで一緒に選んでいただいて、後日、はい自分で取りに行ってなるほど移送で戻ってきて、うん車検場行って、うん取りました。車乗る時に中谷さんからアドバイスとかありましたか？法定となる基準を守って走りなさい。ほう、安全運転で。安全運転で、うんおかげさまではいゴールド免許です。おお、さすがでございます。この個体の特徴はどんな感じでしょうか？とにかく純正に戻してます。社外品のホイールついてたりとか、うんうんうんオーディオも純正のものじゃなかったりしたので、うんうんうんそういうものを当時の純正のものを集めて、うん、当時を楽しんでます。あ、元に戻したかった。元に戻したかった。なるほどね、いいですね。じゃあ純正に戻して、もう最高ですね。楽しいことばっかりで。楽しいです。ここはちょっとみたいなとこないんじゃないですか？サーキット走れないぐらいです。サーキットは走れないか。そっかそっかそっか。でその欲はどうやって満たしてるんですか？もちろんレーシングカートです。譲り受けました。ご自分のカードがある。10年ぐらいちょっと型落ちしたものなんですけど、うんうんうん。それを組み直していただいて、はいはいはい。走れるようにした状態に今なってます。でそれでサーキットも走ってる。全日本選手権とか行われるようなところに行ってうん。楽しんでます。すごいですね。じゃあその気になるパデルミニサーキットの話も気になりますし、そろそろ乗っていろいろお話ししてみましょう。行きまーす。行ってきます。乗り出しました。いいですね、サイズが。はい。大人なんてこんぐらいでいいっていう小回りも聞いて、ね、アイポイントもちょうどいいじゃないですか。そうなんですよ。ちっちゃくて高いからちょっと見渡せる感じがあって気持ちいい。窓も広いし、はい石畳のこの凹凸は拾うんだけども、さすがビルトインラダーフレーム、乗り心地をしなやかに、そしてスムーズにしてくれてる。ユノさんの言葉で語りますか？乗り味としては、うん何もいい意味で感じないっていうのがすごいなと思って、オフロード向きじゃんとかはいはい。そんなの感じないで、普通に一般車両と同じように走ってるから、そうですよね。そうすごいなと思って。ターボがついてるっていうのは関係しますかね？ベタ踏みしないとうん加速しないぐらいだと思うので、うん高速は一応走れます。なるほどね。はい。初めて乗った時のこと覚えてますか？ああ、覚えてます。景色が違って見えました。人生の三種の神器を手に入れましたみたいな感じですかね。それまで運転はしたことあるんですか？レンタカーでずっと運転してたんですけど、うん自分のものっていうフィルターが入るからですかね。景色がすごい開けて見えたというか、キラキラして見えたというか、はいはい。田舎道がすごい綺麗に見えました。あさっき二足発進しました？二足発進してます。普通の平坦な道だと。1は結構力強いというか、オフロード向きだと思うんですぐ回転数いっちゃうんですよ。あ、なるほどね。二足でちょうどいいので、あー、毎日乗ってんですか、ユノさん？週に 1,2 回ぐらいとかですかね。うん足車としても使うし、うんイベントとかお仕事とかの遠出の時とかも使うし、用途問わずなるほど。使ってます。はい。今日は真っ黒のお召し物ですけど。カメラマンとかやってた時に黒いの集め始めて、編集時代も自分が前に出るわけではないので、うんそのまま黒い服が続いて今に至ります、なので今日もこんな感じになりました。僕も黒で合わせてくれればよかった白い服を着て白ます黒でいい感じのオセロなんて今試乗会とかい発表会とか行く時ももう真っ黒。が多くて今悩んでるところです。もうちょっと色を入れたいなって。車を買ってから何か買ったこととかありますか？お酒の量ですかね。あそうなんもともと苦手で、うほとんど飲めないっちゃ飲めないんですけど、はいはいそれが一滴も飲まないになりました。ん。突発的に乗りたいっていう風になった時とか、乗れなかったら嫌なので、はい。飲めないというか、こっち乗ってた方が楽しいからなるほど。今日はね、東京のど真ん中で撮影してますけど、いつもこういうところ走ってるんですか？まあ普段はうん。でもこの車に合うって言ったら雪の山の中とか自然な場所かなと思ってます。確かにそうですようね。ん雪山行ったこともあるんですよね。もちろんです。スキーやったりするんで。雪山に行って遊んだりしてるんですか？車で。してます。FR とパートタイムなんで4駆できるじゃないですか、はい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 この車。だから FR のままにしといて、うスタックしちゃったってなった時に、うんドヤ顔してふんって入れて抜けられるんだぜみたいな。乗りツッコミを自分でやってるってことですか？面一白いですね人で楽しんでます。ああ、それで FR で突っ込んでパートタイムにしたらいけるんですスッといけちゃう。こうローとハイと2つあるので、うんうん4駆も全然問題ないです。困ったことは今のとこないですね。月の維持費ってどんな感じですか？
2万とかそのぐらいですかね。でも車のローンとかもないし。ないです。もう一括14万でした。それと車検出した分の値段なので、20いかないぐらいですね、最初。故障知らずでよく走る可愛い車、そんな安価で手に入れて。でもやっぱり安定して乗りたかったので、ちゃんと整備してもらって、そこで12万ぐらい。ああ、なるほど。なので実質30万ぐらいで手に入れたような感じですね。ですよね、30弱ですよね。そのぐらいです。故障したりしたことはありますか？ベルト巻きしてしまったのと、ガスケットが割れちゃったことがあって、その2つの不備だけです。今のところ優秀ですね。めっちゃ楽しそうですね、やっぱね。楽しいですよ。変わります。ちょっと運転してほしいです。お願いします。じゃあ運転させていただきます。やったー。行きますぜ。まずは一足発進。本当だ。すぐ終わった。一足短っ。クラッチのストロークが短い。おっと遅いぞ。けど可愛い。5足まで入りました。すぐ5足いっちゃいます。すぐ5足いっちゃう。確かに2足発進で4足使いでちょうどいいかもしれない。なんとですね、ボーイズ&ウィルズ TV パジェロミニ3代目の登場でございます。翔平さんがマニュアルでノンターボ、2代目は楓さんでスキーヤーの方ですね。オートマでなさまして、そしてヨナさんはこの初代のパジェロミニで5速マニュアルターボ付き。全部印象が違って僕は大好きです。これも趣味あるんですか、ヨナさん？レーシングカートですかね、最近だと。そっか。手に入れたので、ね、言ってましたよね。どんな感じですか？もう速いので、首とかの横 G に耐えられないから筋トレしたりとか、そっちに繋がってます。レーシングドライバーのこと首太いじゃないですか。そう、太くなる理由がわかるし、年々太くなってるかもしれないです。そんな横 G かかるんですか？結構かかりますね。横 G ですよね。横 G が大きいですね。あとレンタルカートも行ってます。僕もカートやったことあるんですけど、どういうカートだったんですか？レンタルカートです。3位だったかな。7人ぐらいでやって。すごい。優勝するつもりでやったのに。でも楽しければいいんです。そうですね。僕小耳に挟んだんですけど、何ですか？結構お早いという話をカート。いや。初心者は超えたかな。絶対じゃあ僕より早いじゃなないですか。いや。すごいな。これからちょっとずつ。今度一緒に行ってみたい。行きたいですね。ぜひお願いします。はい。コテンパンに任されたいです。後ろからいっぱい突っ込む。おお、やばい。ヨナさん、子供の時からアクティブだったんですか？もう今のすごいアクティブな。全然。家の中でおままごとしてるような物静かな子でした。その反動ですか？今こういう風にアクティブになっちゃったの。そんな気がしますね。パジェロミニって子供の頃から乗りたいなみたいなとこあったんですか？親がたまたまトッポっていう車種とパジェロミニで悩んでたらしくて、で私が生まれたぐらいだったから、子育てするにもドアの枚数でトップを選んだらしくて。ああ、なるほど。パジェロミニは名前の公募には応募したらしい。パジェロミニが出る時に名前の公募があったみたいですよね。そう。じゃあ結構思い入れはあったんですね。思い入れありましたね。父親が車乗る人だったらしくて、じゃあお父さん喜んだんじゃないですか？父親より母親の方がこれだったのみたいな感じで喜んでくれたのは嬉しかったです。いい話ですね。で父親の還暦と重なったんですよ、納車の年が。なので鍵も1本買って、これ一緒に乗っていいよみたいな感じで渡したって感じですね。何十年か越しのお父さんが欲しかった車を還暦にプチプレゼントというか、親孝行っていう体で。いやー、楽しい車でしたよ、ヨナさん。ありがとうございます。ハンドルさばきも街中とはいえ素晴らしい。サーキットでゆっくり見たいなと思いました。街中でもね、結構快適ですよね。やっぱタイもついてるから、なおさらそう感じるのかな。確かに。個人的に山も行って街でも最高。雪山も突っ込めるし、完璧な車ですね。ということで、三菱パジェロミニ、ヨナさん的に100点満点中何点でしょうか？120点です。おっと、20点超えてきますよ。その理由は？雪山とか行っても全然問題なく走ってくれるし、最近災害の方がやっぱ多いので、この1台持ってて安心かなと思って。確かにそうですね。これの1台も安心ということでございます。そしてパジェロミニ、ズバリ乗り続けますか？
もちろん乗り続けます。ということで今回は三菱パジェロミニ初代ですね、モータージャーナリストの早瀬伊代菜さんでお届けしました。ガールズ&ウィルズ TV、また見てくださいね。バイバイ。